ごきげんよう、今日は、フロントフォークのオーバーホールをします。シールがダメになっているのか、オイルが滲んできていました。まず、いきなり失敗したのはこれです。フォークを外すので、フロント用のステムを支えるスタンドを買ったつもりが、リア用を発注していました。しかも、マフラーが干渉してリアにも使えないというオチでした。なので結局、ちょっと不安定ですがパンダジャッキでエンジン付近を持ち上げます。ブレーキを外します。今後は省略しますが、すべてのネジは外す前に潤滑剤を拭いています。フロントブレーキは、一度分解清掃していますが、若干引きずっている気もします。ピストンは交換すべきかもしれません。タイヤを外します。ちなみにアクスルシャフト差し込み方向ですが、購入時は逆でした。サービスマニュアルがこっちだったので、入れ替えたのですが、ネットでは逆も多いですね。どちらが正しいのでしょうか。最後にフロントフェンダーを外します。フェンダーについている金属のカラーはなくなりやすそうなのでご注意ください。知らぬ間に落としてました。事前にドレンボルトを緩めるのが大変と聞いていたので、まずはフォークを固定したままやってみましたが、アウターチューブが一緒に回るので無理でした。フォークを外します。2箇所で止まっているので、まず上を緩めます。そして、下を緩める前に、トップボルトを緩めておくと良いです。上を緩める前だとトップボルトも一緒に締まってるかもしれません。また、完全に外してしまうとバネで飛んでくので注意です。その後、ホーンカバーを外して下を緩めます。これで、フロントフォークを抜くことができます。インナーチューブが結構錆びていますが、AZ の錆取り剤につけておいたら取れました。ドレンボルトは、バイスがないので緩めるのにかなり苦労しました。6ミリの長いヘキサゴンソケットもなかったので無理やりやっています。これはトルクレンチで締める時のために後で買いました。ドレンボルトを緩めたところで、先にトップボルトを外して、オイルを抜きました。オイルは黒くなっていて、かなり臭かったです。オイルが抜けたら、すべてばらして、パーツクリーナーで洗いました。次にとても苦労したのが、シール類の取り外しです。いろいろ試した挙句、タイヤレバーでなんとか外せました。インナーチューブはこんな感じで、タンクの錆取りに使った液を再利用し、しばらく放置しました。錆は落ちたのですが、ザラついているので、潤滑剤と2500番のヤスリでやりすぎないように慎重に鳴らしました。これでオイルの滲みが止まればいいのですが、シール類とオイルを入れる前に、一度インナーチューブとバネを入れてドレンボルトを規定トルクで締めました。共回りしたりして手こずりましたが、なんとか締まったと思います。バックアップリング、オイルシールストップリング、ダストシールの順で入れていきます。シール類はオイルを塗り、インナーチューブの先端にはラップをしてなるべく傷をつけないように入れました。専用工具を使ったもののちょっと斜めになった気がしますがいいでしょう。ちなみにバックアップリング以外は新品に交換しています。オイルを入れて、向きに気をつけてバネを入れてトップボルトを仮止めしたら完成です。あとは車体に戻します。アクスルシャフトを入れて、ずれてないか確認しながら戻していきます。きちんと規定トルクで締めていきます。まあ、買ってから構成とかに出しているわけではないので本当に合っているのかわかりませんが、これで完成です。試走したところ、鈍感な私でもわかるくらい明らかに良くなっていました。というか、今まで違和感なく乗っていたというところが、正解を知らない怖さですね。ちょっと気になるのは、元はダストシールの縁はアウターチューブの縁と一緒だったのに、なんか小さくなってます。ところで、リアも変えたので、フロントもベアリングを変えようかなと思ったのですが、このパーツはどうやって外すのでしょうか。ご教示いただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。